れそばなんです。あ、箸良かったですか。自分で作られたんですか？そうそう。もう少しでもお金をかけんで、ね、物が安く出せるために。もう3万で作ったもん。どの部分を作られたんですか？あ、これガラタンしかなかったんですよ。これカウンターから、すごいテーブルから。普通の飲食店では考えられんような、ここ雨漏りするんですよ。カレーと肉うどんの肉ですね。筋肉を煮込んでます。なぜうどん屋をしようと思ったんですか？噂でうどん屋になったんですよ。はい？噂でうどん屋になった私もっとサラリーマンで全然違う会社で働いてたんですよね。と。はい。で辞めるって言った時に次何するかってまだ決まってなかったんですけど、はい。それであるところで噂でなんか飲食店するとみたいな感じになって、はい。東郷でうどん屋するっていう噂になっておるよって言われて、じゃあうどん屋しますって。それがそうです。それがきっかけですか？じゃあうどん屋しようかって。そう。独学ですか？僕も修行も行ってません。なかなかうどん屋独学でできないです。しかも麺から打ってるからですね。だけど前は私のサラリーマン時代の脱サラする前の状況を知ってる人は多分冷凍を使ってると思ってるんですよ。そうでしょうね。間違いなく思ってます。でこれで塩水を作ります。これちょっともう半分はふるいにかけてましたね。このですね。でこれを塩分濃度で。重い。で、踏んだりしますよね。踏むけど、このたらいではせんもんね。これ2回目やけん。最初の時は拭いとるから。踏むとこ見せるの初めてだな。見に来る人いないし。大きすぎて内場に乗らない。広げた時
2キロでこれいっぱいなんですよ。だから半分にするんですね。半分にしとかないと打てない。これでこれがさっき30分寝かしたやつでね。このコラーゲンの出しがのことじゃないですか、はい、この出汁でカレー作るんです。でこれが出ると、肉が出るとコラーゲンだけ残っていくから、これでカレーを作るんですけどね。プルンプルンでしょ、はい、だからコラーゲンカレーなんですね。そうそう。これメニューないですか？常連さんがご注文されることですか？カレーうどんありますか？今日カレーうどんありますかしかないですよね。はい、わかりました。角煮を煮た人だけに言ってるんですよ。角煮の出汁で作るカレーもありますからって、次回来た時に食べられるなら言ってくださいってあるかどうかわかりませんけどうどんのスープを出汁で薄めて、でサラサラにした後、水と片栗粉でとろみをつけるのが大体本当の作り方なんですよね。これ片栗粉入れないんですよ。もうコラーゲンのあれでとろみがついてるから。ああ、なるほどですね。あ、それをとろみに。はい。だって最初は5種類でしょ、うどんの。かけうどん、肉うどん、きつねうどん、エビ天うどん、丸天うどん。はい、オーソドックスなやつですね。それが今は大変なことになってます。そうそれが大変なことになって。違います。あ、違うんですね。私のメイクがアルバイトに来た時に書いたやつ。みんなから言われる。絶対大丈夫じゃないやろ。土日祭日、家族連れの方が来られますからね。通常はもう昼はサラリーマンの方とかそういう方しか来られないので、1人か2人ぐらいです。で、あるじゃないですか、はい、この中でこういろいろ作りながら、はい、チョコレートのうどんとかって思うやろ。美味しいですか？美味しくない？美味しくないダメじゃないですか。カカオで作るんですよ。はい。でもいろいろ試されたわけですね。そうそう。でコーヒーのうどんとか。コーヒーはダメだったですか？自分がコーヒーはね、はい、うどんにこねた。麺の具合どうでした？汚いうどん。あ、汚いうどん。茶色っぽいような。本当やめたこれ。抹茶とかね、そういうのがいいけど。いろいろ研究されてるんですね、やっぱ。新しいものを。そうね、いろいろやってみて、どれか美味しいのがあればいいかなみたいな。そうですね。飽きるでしょ、大体普通のうどん。ね。うどんそんな飽きないですよ。そんなしょっちゅう、うどん屋さん以外はうどんそんなにしょっちゅう食べないんで。毎日うどん食べたら絶対飽きましたね。
ですよね。普通のうどんを食べる人ほとんどいないから、はい、薄めに作ってるんですよスープ。だけど普通のうどんを食べられると味が薄く感じると思う。あ、必ず上の具材に味がついてるからですね。そうそうそう。で、それに合わせてあさりとか牡蠣とか。牡蠣もあるんですか？だからそれに合わせて作ってるからうどんのスープだけじゃ薄いんですよ。はい、いらっしゃい。早いね。早いね。そうですね。何する？トマト？肉そぼろ、熱いの冷たいのも出て。あ？そぼろ。肉そぼろ。重いで。重いで。ラーメンで大丈夫？固めがいい。ラーメンで。いい。いいかな。バレるわかるよ。はい、それで。トマトの大盛りを。今度もね、はい。はい。これが細麺なんです。細麺は1分。熱いスープはね。熱いし。そうそうそう。はい、投入。これそばなんです。この大盛りで。何をかけてるんですか？バチッ。鴨せいろうどんとそば、一つずつ。はい。おにぎりを。はい。梅を。梅一つ、はい。はい、替え玉です。
うね。はい、どうも。ごめんしてきて。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ちょっと待ってね。替え玉の方は結構多いですね。そうだけどご飯が出るんですよ。ほんまね。これが太麺ですか。これ中麺これです。中麺です。今太太麺麺売ってないです。やってないっていう。うん。肉そぼろあんかけうどん一つ。肉そぼろあんかけ一つ。ラーメンでいいですか。はい。はい。角煮うどん。角煮一つ。はい。あ、いいよ。お客様お会計です。はい。ああ、すみません。この塊が一個やけね。すごい大きいですね。さっきの肉の出汁はどういう使い方なんですか。これつけてた。ラーメン用と片面用が違うもんでね。もういいです。はい。何かおすすめなら。初めてですか。はい。あ、上に書いてるのが全部スープと麺がいろいろ違うんですけど。
初めてだったら鴨のせいろうどんから行かれた方がいいかもしれない。じゃあ鴨せいろそばでもいいですよ。はい、そうです。はい。頭が回らなくなってくるけど。そんなことないでしょ。そば湯がいてうどん湯がいてとか。短い麺も入っていいです。あ。出さないといけないけど。中麺でいいですか。じゃあ中麺で大盛り、はい。この時間はやっぱりお客様がいますね。大変さ分かるやろ、それ。みんなで同じ時間食べに来るけんね。はい、そうなんですよね。いつもバイトさんがいるじゃないですか。だから値段を上げなきゃいけない。鴨せいろうどんが一つ。替え玉もあるんで結構うどん食べてそばとか言われるんですけど。私は鴨うどん。はい。が今残ってるのこれしかないんですけど、いなりとわかめとしそしか。わかめいいですか。はい。ちょっと待ってくださいね。ここ生麺を一人ずつ湯がいてスープ一人ずつ作るもので、ちょっと待ってくださいね。これ何人前の麺が入ってますこれ3人前ぐらい。大盛りやった時2人前ぐらいじゃないか。あ、なるほどですね。はい。大盛りやったね、大盛りやけど。これさっき鴨ぬくめるの忘れてます。あ、箸良かったですか。いきなりはこちらで良かったんですかね。2つ。はい。で、ネギの横の柚子胡椒をこれ自家製でかなり辛いんで気をつけて入れてください。わかりました。めっちゃ辛いんじゃないですか。全部入れた。
角煮の細麺やね。大盛りと普通ってことですか。そう。でも熱いスープのやつは1分なんで。あ、1分ですからね。1分の間にしてる。なんかあったかい方多いですね。そこ暑いけど。なんで。はい。ありがとうございます。はい、角煮の細麺。角煮の細麺大盛りね。はい。はい。ブラックペッパー。あの部分だけ。さっき頼まれとったやつね、トマトと。すいません。で、ざるうどんね。俺ネギしかんもん入れたら大変なことになる。完成です。はい。うまいね。はい。大盛りです。まだ作る。はい、ありがとうございます。すみません、1000円から。はい。ちょっと待ってね。多分15やろ。700円の大盛りの山や。でこのまま食べていただいてネギだけ入れてもらったらネギスープに変わります。その後柚子胡椒がついてるんで柚子風味にするしたいならこれ入れてもらったら柚子風味になりますけど辛いです。ゆっくり食べれんよね。はい、ぶっかけそばね。肉うどんの肉やけど、下はもう普通の煮込んだうどんになるんで、煮込んだ肉みたいに。煮込んだ肉柔らかい。多分食べたら分かる。で、カレーは毎回味が違うんですよ。お客さんにも言おうけど。コラーゲンの残り具合で。甘い時があったり、辛い時があったり。はい。でもお客さんは分からんっていう。はい。こうやってます。初カレー。
そばゼリーあげるけん。どっちがいい？キャラメルとブルーベリー。これ。